前々回にバウハウス、前回ラブ&ロケッツときて、この方もやらなきゃダメでしょうということで、今回はポストパンク界きっての魅惑的なルックスとカリスマ性を持つシンガー、ピーター・マーフィーの動画です。ピーター・マーフィーはバウハウスのボーカリストとしてデビューし、解散後ラブ&ロケッツを結成する他のメンバーとたもとを分かち、ソロ活動を行っていきます。今回は彼の1980年代のソロアルバムと、その前に短期間活動していたユニットダリスカーも合わせて紹介していきます。ピーター・マーフィーはイギリスノーサンプトン出身。1979年にバウハウスのボーカリストとしてデビュー。ゴシックロックというジャンルの成立に大きな影響を与えました。彼のルックスやステージパフォーマンスも非常に印象的で、このバンドを象徴するものでした。1983年にバウハウスは解散。その後しばらくは音楽活動を行わず、以前から好きだったバレエなどのダンスに没頭していたようです。その中でトルコ人振付師ベイハン・フォークスと出会い、彼女とは後に結婚しています。1984年になると彼は再び音楽活動を始めようと考えますが、プロとしての楽器の演奏のスキルや一人での楽曲制作のスキルがなく、音楽的なパートナーが必要だと感じていました。同じ頃、元ジャパンのベーシストミック・カーンも自分のプロジェクトにおけるフロントマンを探していて、両者の思惑は一致し、ダリスカーが結成されます。メンバーはミック・カーンベースとその他の楽器、ピーター・マーフィーボーカル、ポール・ローフォードパーカッション・ドラムスの3人。ポール・ローフォードは当初生ドラムを叩く予定でしたが、技術的な問題のためかリズムマシーンのプログラミングを主に行ったようです。ダリスカーのアルバム The Waking Hour は1984年11月にリリースされています。一聴してこのアルバム、ミック・カーのベースとピーター・マーフィーのボーカル、そしてエレクトロでありながらエスニックな要素もある打ち込みのリズム、それぞれが際立った非常に個性的なサウンドとなっています。特にフレットレスベースを用いたミック・カーのベースは、彼のプレイだとすぐにわかる唯一無二のもので、とても目立っています。そして楽曲、アルバム全体を通してミック・カーンの色が強い作品なのではないかという印象を強く受けます。ピーター・マーフィーのボーカルはまだ本領を発揮できていないのではないかと感じてしまいます。ウィキなどを見てみますと、ミック・カーンはもともと自分の作品をインストゥルメンタルでリリースしようと画策していたようですが、それだと商業的に厳しいから仕方なくボーカリストを探したということらしく、ある意味打算的にピーター・マーフィーと組んだ部分はあったようです。そして実際の制作作業でもミック・カーンとピーター・マーフィーの2人の間で意見の相違があったようで、消化不良の作品という見方が強くあるみたいです。このアルバムは商業的にも評価的にも成功したとは言えず、ミック・カーンは続ける意思があったものの、ピーター・マーフィーは早々に見切りをつけ、ダリスカーというユニットは消滅してしまいました。このアルバム、今聴いてみると他にはないユニークなサウンドで、なかなか面白い作品だと思います。中でも何曲かで聴かれる中東を思い起こさせるエスニックな曲調は、後のピーター・マーフィーのソロ作品にもつながっているような気がします。1985年、ダリスカーが失敗に終わったと感じた彼は、本格的なソロ活動への道を模索します。今度は自分が完全にイニシアチブを取り、それをサポートしてくれる人物を探しました。そして白羽の矢が立ったのが、元アソシエイツのキーボーディストハワード・ヒューズでした。彼らはまだダリスカーが存続しているうちから接触し、アルバムの準備を進めたようです。1986年7月にピーター・マーフィー初のソロアルバム Should the World Fail to Fall Apart 邦題凍てついた世界へがリリース。1曲目 Canvas Beauty はフレットレスベースがダリスカーを思わせますが、曲調はストレートで親しみやすいものです。2曲目はマンチェスター出身のポストパンクバンドマガジンのカバー The Light Pours Out of Me。 この曲のギターはなんと本家元マガジンのジョン・マッギオークが弾いています。比較的原曲に忠実なカバーですね。
9曲目にはもう1曲アメリカ・オハイオ州のポストパンクバンドペルウブのカバーファイナルソリューションが収録されていて、ノイジーでアグレッシブなポストパンクサウンドになっていて、個人的にはこのアルバムのベストトラックだと思ってます。あと打ち込みのビートとアコースティックな楽器の融合、それに乗せドラマチックに歌い上げるボーカルが心地よいゴッドセンズとか、インドあたりの民族音楽の要素が強く入っているサイケデリックな The Answer is Clear がとても好きな曲です。このアルバムのプロデュースは 4AD レコードの創始者アイボ・ワッツ・ラッセル。多くのゲストミュージシャンが参加しましたが、その中には元バウハウスのダニエル・アッシュもいました。作風としてはポストパンク・ゴシック色は薄く、シンセや打ち込みを多用したカラフルなニューウェーブサウンドといった感じです。当時の評価、売り上げともあまり振るわなかったようですが、充実した内容の作品で個人的には結構好きですね。ピーター・マーフィーはこのアルバムのツアーのためのバックバンドを組みます。その中にはアルバム制作時のパートナーだったハワード・ヒューズも参加していましたが、アメリカツアーに出る前に抜けてしまいます。代わりに元 B ムービーのポール・ステイサムがピーター・マーフィーの右腕としてバックバンドの中心的役割を担っていくこととなります。北米ツアーが1987年2月に終了し、イギリスに戻るとポール・ステイサムを楽曲制作のパートナーとし、アルバム制作に入ります。そして1988年3月にセカンドアルバムラブ・ヒステリアがリリースされます。プロデュースは当時ザ・フォールのメンバーだったサイモン・ロジャース。一聴して前作の路線を引き継ぎながら洗練され聴きやすくなった印象を受けます。その分アクが抜け、個人的には薄味の作品に感じてしまいます。シングルカットされたオールナイトロングやインディゴアイズなどはかなりキャッチーで、それはそれでいいのですが、やはりソクラテス・ザ・パイソンのようなドロドロとしたエスニックで怪しげな曲の方が彼の持ち味が生かされているようで、自分は魅力を感じます。ラストはイギーポップのカバーファンタイム。しかしもっとかっこよくなりそうなのにあっさりしている感じがします。聞いてみるとそんなに悪くなく、良いなと思うんですけど、なんか印象が薄くてすごく好きな曲とかも特にない作品なんですよね。しかしその癖の少ないキャッチーさが受け入れられたのか、前作よりもアメリカで売れたようで、活動は軌道に乗っていきます。またこの時期にバックバンドにザ・ハンドレッドメンと名前が付けられました。これはシングルになったオールナイトロングの歌詞から付けられたということです。続くサードアルバムディープは1989年12月にリリース。プロデュースはサイモン・ロジャース。作曲のパートナーとしてポール・ステイサムと前作から引き続く体制で制作が行われました。演奏は主にザ・ハンドレッドメンが行っています。セカンドアルバムの延長線上にあるサウンドとも言えますが、打ち込みなどの使用は控えられていて、今までのアルバムの中で最もロックバンド感のある作風になっています。1曲目、ミディアムテンポの力強いバンドサウンドにピーター・マーフィーの低音ボイスが渋く響く Deep Ocean Burst C。 2曲目、16ビートのダンサブルな Shy。 3曲目の爽やかでキャッチーなクリスタル・リスツ。この冒頭3曲のつかみも良い感じですが、個人的に特に良いなと思うのが5曲目の、前作でも見られたアジアなどのエスニックな要素をバンドサウンドに融合昇華したようなセブンベールズ。6曲目、アップテンポで疾走感あふれる The Line Between the Devil's Teeth。 7曲目のメロディアスで空間的広がりを感じる Cuts You Up。この3曲がアルバムの中のクライマックスという感じで特に好きな曲ですね。Cuts You Up はシングルカットされ、アメリカのカレッジラジオを中心にヒットを記録しています。8曲目、アコースティックなバラード A Strange Kind of Love を挟んで、ラスト、リズムが強調されエスニックな印象のロールコールでアルバムは幕を閉じますが、自分の持っている日本版 CD、裏ジャケには9曲目ロールコール、10曲目ロールコールリプライズと印刷されています。
しかし実際には9曲しか収録されておらず、そして収録されているのはロールコール、リプライズの方で、おそらく単なるロールコールの方がオリジナルで、リプライズはパーカッションが強調されたリミックスだと思われます。サブスクでオリジナルのロールコールを聞いたのですが、こちらの方がストレートなバンドアレンジになっていて、アルバムの流れからするとこちらの方が明らかに正解ですよね。日本版はなぜリプライズのみ収録にしたのでしょうか。謎です。このアルバムはアメリカビルボードで41位と、それまでからしたら大きく順位を上げ、彼最大のヒット作となりました。ちょうどかつての盟友であったラブ&ロケッツや、他にもザ・キュアなどがアメリカで大きなヒットを出していた時期で、アメリカでオルタナティブロックへの注目が高まっていました。彼らほどではないにしても、その時流に乗れたというところが大きかったかもしれません。個人的にもこの作品はピーター・マーフィーのソロ作で一番好きなアルバムです。バウハウス時代の異端の美学、先鋭性みたいなものは感じられなくなりましたが、表現者としてノリに乗っている彼のボーカルと、それを一体となって支えているバックバンドのサウンドが聴いていて非常に気持ちの良いアルバムです。アルバムディープで一定の成功を収めたピーター・マーフィーですが、その後の活動は非常にマイペースなものとなっていきます。1992年にフォースアルバムホーリースモークをリリースしますが、ディープほどは売れませんでした。そしてその頃に妻であるベイハン・フォークスの地元トルコに移住しています。彼女はトルコの王立モダンダンスグループの主任振付師をしていたということだそうです。この辺りからピーター・マーフィーは米の音楽シーンから少し距離を置いた活動になっていったように思います。個人的にもホーリースモーク以降は聴いていないんですよね。しかしトルコ移住以降、彼の音楽がどう変化していったかはとても興味があります。ピーター・マーフィーという人は音楽家というよりシンガーであり、パフォーマーまたはアクターという呼び方がしっくりくる人だと思います。その歌唱はデビッド・ボーイのフォロワーと言われることも多いですが、そもそも地の声は違った個性を持っていますし、結構早い段階で彼自身の個性的な歌唱法を確立していると思います。そしてその声と歌い方は自分はとてもかっこいいなと思います。とても好きなシンガーの一人ですね。バウハウス解散後の彼の活動は試行錯誤をしつつのもので紆余曲折あったでしょうが、3枚目のディープでオルタナティブな音楽性と商業性を兼ね備えた一つの完成形を示せたのではないでしょうか。しかし彼は音楽業界というものと常に一定の距離を置いているように見えます。だからなかなか表舞台に出てくることが少ない印象があります。しかし調べてみると2000年代以降も思ったより活発に活動しているみたいですね。現在では風貌も変わってしまいましたが、どこかミステリアスで他のロックスターにはない彼にしか出せない雰囲気をまとっている唯一無二のカリスマ性のあるシンガーだということに変わりはなくて、ここ数年のライブ映像とか見ても声はまだまだ衰えていないと感じます。しかし近年2022年バウハウスの再結成ツアーの最中、病気だか怪我だか詳しいことはわからないのですが、リハビリ施設に入院したということでツアーを中断し、そのままバウハウスの再結成は終了したとのことです。そしてなんと今年2025年の5月にニューアルバムシルバーシェードをリリースしました。自分は1992年のホーリースモーク以降は聴いていないんですけど、その後も結構良さそうなので順次聴いていこうかなと思っています。はい、今回はピーター・マーフィーの1980年代のソロ活動に焦点を当てた動画でした。ご視聴ありがとうございました。